こんにちは、島部です。今回はクロート感あふれるまさに特殊部隊のようなライフルを作ります。それに合わせ長い間使っていたストックとグリップを交換します。僕には心情があって車やバイクなどすぐにカスタムパーツなどに変更しません。現状をある程度使い込み、それを基準として自分好みに合わせていきます。そうすることで経験値にもなりますし、無駄なものを買わずに済みます。最低限今より良くなった悪くなったかを判断できるようになります。それでは購入したものを紹介します。工具製ラバーグリップ、濡れていたり素手でも確実にグリップしてくれます。続いてカー製 XM177 アルミニウムストック、古い方のものですが現在でもあえて愛用している特殊部隊員がいるようです。これで一気に玄人感が増します。続いてこれはストックの肩当てです。通称デルタパッドです。衝撃吸収のためか無数の穴が開いています。これもストックと合わせて特殊部隊員の使用例があります。それではこれらの3点を取り付けていきます。どれからつけようか迷います。まずはグリップから取り付けてみます。グリップ本体と簡単な説明書が付属しています。通常の六角レンチで交換可能ですが少しコツがいります。通常の六角レンチは持ち手が短く力が入りません。なのでメガネレンチなどを使って持ち手を延長すると簡単に緩めることができます。キャップボルト1本で止まっています。こんな感じです。T 型のレンチやソケットタイプの六角があれば便利です。グリップがついていないのでとても不格好に見えます。比べると角度は同じに見えます。取り付けていきます。しっかり根元まで押し込み、ボルトを1本締め込むだけなのでとても簡単です。最後までしっかり締め込みます。最後にガタがないか確認します。これでグリップの取り付けは完了しました。表面がゴム製なのでとてもしっくりきます。握り心地フェチなので嬉しいです。次にストックの交換をします。ストックを伸ばし金属レバーを押し下げて抜きます。比べてみると177ストックが小さいのが分かります。デルタパッドをつけるとこんな感じになります。それでは取り付けます。なかなか入りません。簡単に取り付けれるはずがうまくいきません。結局バッファーチューブを削ることにしました。ストックをつけたり外したりしながら当たるところを削っていきます。原因はストック内側に少しズレがありました。ストックチューブの上部を中心に当たりを見ながら削りました。そんなに削ってはいないですが GHK ストックチューブはアルミ削り出しなのか削るのが少し大変でした。このようにストックの伸び縮みもスムーズになりました。また伸び縮みの際になる金属音がたまりません。金属パーツが増えたことで全体的な質感も上がりました。5段階の調整ができます。
次にデルタパッドの脱落防止のためにタイラップで固定します。パラコードでの固定も考えましたが、とりあえずこのまま使ってみます。しっかりと固定できました。このままでは真新しいのでウェザリング加工します。特殊部隊のライフルのような味のある銃に仕上げていきます。換気の良い屋外で行います。ホロサイト、ブースター、サプレッサーは汚し加工済みなので外します。一緒に塗る際はレンズを養生しましょう。まずは耐水ペーパー120番を使います。120番は結構粗く削れるので320番ぐらいで徐々に削っていくと失敗しにくいです。このようなスポンジタイプもおすすめです。削るところのポイントとして角やレシーバーの面から出ているところを中心に削ります。実際に銃を操作していて手で触れるところを削ると雰囲気が出ます。塗装が分厚いので削るのも一苦労です。一旦脱脂してどれくらい削れたか確認します。撮影の都合上片面から作業していますが、裏表均等にバランスを見て削りましょう。どんどん削っていきます。ハンドガードも削っていきます。レールやチャージングハンドルも削ります。新品の177ストックも心鬼にしながら削ります。おしゃれは我慢、かっこいいには痛みが伴います。続いて裏面です。ハイグリップで握るところや開鏡時に薬莢が当たるところなんかを削ります。角を削っていくとエッジが目立つのでかっこよくなります。同じくハンドガードも削っていきます。パーツクリーナーで脱脂して削れ具合を確認します。表裏と何度も繰り返し削って調整します。エアブローして削れカスを除去します。軽く脱脂して削り作業は終了です。続いてタンカラーのスプレーを塗っていきます。よく缶を振ります。使わなくなった古着かタオルなどを準備します。10センチぐらい離して軽く吹きかけます。イメージは泥や砂で汚れた感じです。ポイントは塗料が乾かないうちにすぐに拭き取ります。拭き取ることで溝には塗料が残ります。また軽く吹きかけているだけなので使っていくと塗料が剥がれ使用感が出てきます。刻印を目立たせたい場合は指に少量つけてぐりぐり揉み込むといい感じになります。
ホロサイト、ブースター、サプレッサーを戻して完成です。マガジンも同じようにウェザリング加工をしています。試しに塗ってみます。スプレーを軽く吹きかけて拭き取ります。これでバランスよくウェザリング加工ができました。動作も問題ありません。続いてメンテナンスを行います。サバゲーで使っていると少しザラザラと砂っぽくなります。また最近よくジャムったりします。ガスブローバックはピストンが激しく動くので内部の金属パーツが摩耗してザラザラします。パーツクリーナーで洗浄します。結構汚れています。リコイルバッファとスプリングも取り出します。バッファーチューブ内も洗浄します。グリスアップするのでしっかり乾燥させます。結構汚れていました。定期的に早めのメンテナンスを心がけたいです。続いてレボリューショングリスでグリスアップしていきます。ハンドガンでは何度か使っていて効果を実感しています。ライフルでの使用は今回が初めてです。丸洗い洗浄したので内部はカサカサ、まんべんなくオイルを注入していきます。稼働させながらオイルをなじませます。ハケを使って伸ばしていきます。同じくリコイルバッファー、スプリングにも塗ります。そしてゴミがつかないようにすぐに取り付けします。次にアッパー側も洗浄します。チャージングハンドルを引いてボルトキャリアを取り出します。手に真っ黒な鉄粉がつきました。洗浄のしがいがあります。たくさん鉄粉が出てきました。ゴムや樹脂パーツがついているものは丸洗いしません。チャンバーもゴムパッキンがついているので金属部のみ洗浄します。グリスアップのためにしっかり乾かします。見えますでしょうか？鉄粉でキラキラしています。チャージングハンドルとボルトキャリアを丁寧にグリスアップします。ボルトキャリアは手で伸ばしていきます。元に戻してグリスアップは完了。アッパーレシーバー、ロアレシーバーを連結します。テイクダウンピンですが出っ張ったタイプのものを使用しています。手袋を外さなくてもテイクダウンできるので便利です。これのおかげでサバゲー中にジャムったりしてもすぐに復旧できます。これはサムーン製です。他にいろいろなメーカーから丸い用や GHK 用が出ています。ガス風呂ユーザーにおすすめです。完成しました。チャージングハンドルを引いた時のザラザラ感がなくなりました。やっぱり早めのメンテナンスは重要ですね。今回パーツの取り付け、ウェザリング加工、メンテナンスと銃が生まれ変わりました。サンドペーパー、スプレーでクロート感あふれる特殊部隊のようなライフルができました。傷をつけて汚す、なかなか勇気がいりますが、自分色の世界に一つだけの銃を作ってみてはいかがでしょうか。
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。